こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は以前も動画でご紹介をしたことがありますが、65歳超雇用推進助成金について解説をしていきたいと思います。令和7年度の、新しい公募要領が発表になりましたので、その概要の説明ということになります。最近は高年齢者の就業率非常に上がってきているところもありますし、人手不足というところで、定年退職、以降も継続雇用をしてほしいという会社も多いのではないでしょうか。そういった中で会社の中で高年齢者が働く企業の割合も非常に増えてきている。そしてそういった高年齢者が安心安全に働けるような雇用環境整備を後押しするものが65歳超雇用推進助成金というものになっております。今回の概要ですけれど、まずは高年齢者雇用の近年の状況について見ていきたいと思います。そして今回ご紹介をする65歳超雇用推進助成金の概要について、この助成金は、3つのコースが用意されておりますので、各コースの詳細を説明をして、最後に注意点とまとめという形になります。まずは、高年齢雇用の近年の動向について見ていきたいと思います。高年齢者の就業者数というのは18年連続で上昇をして、2021年には909万人という状況になっております。そして、高年齢者、ここでは65歳以上と定義づけをしますけれど、65歳から69歳の就業率というのが、2021年に初めて 50% を超えて 50.3% という形になりました。こういった形で年々増える高年齢者ですけれど、人数別で見た場合にどういった職種で働いているのかと言いますと、卸売・小売で130万人ほど、農業・林業で104万人、サービス業で103万人、医療・福祉で101万人という形で、やはりですね、卸売・小売が突出して多いといった状況が見えるかと思います。また、割合でいきますと、農業・林業での高年齢者の割合というのは 53.3% という形で、もう過半数を超えているという状況。またその他で言いますと、不動産・物品賃貸業では 26.8%、サービス業では 22.8% が高年齢者雇用の状況という形になっております。このように約910万人の高年齢者が働くわけですけれど、その雇用形態を見てみると、その半数以上がパート・アルバイトといった状況になっております。こういった中で、どんどん増えてくる高年齢者の職場の環境を改善するための助成金として、65歳超雇用推進助成金というのがあります。この助成金は高年齢者が意欲と能力ある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するために支援をするものとなっております。他の法律になりますけれど、今現状は定年退職をした後も65歳までの継続雇用というのが義務化をされている状況。そして努力義務ではありますけれど、70歳までの就業機会の確保という状況になっております。いずれはですね、この継続雇用の義務というのも70歳になるのではないかなというように考えております。そんな中で今回ご紹介をする65歳超雇用推進助成金ですけれど、コースとして3つ用意されております。まず1つ目、定年や継続雇用の年齢を引き上げて高年齢者に引き続き働いてもらいたいという場合には65歳超継続雇用促進コース。また賃金制度、健康管理制度などを導入をして高年齢者の働きやすい環境づくりを行う場合には高年齢者評価制度等雇用改善コース。そして高年齢者有期雇用労働者、パート等であった場合は、雇用期間の定めのない契約に転換をする。そういった場合には、高年齢者無期雇用転換コース。この3つが用意をされております。
この3つのコース、それぞれ概要を見ていきたいと思います。まずは65歳超継続雇用促進コースですけれど、こちらにつきましては取り組み内容としては、65歳を上回る定年への引き上げですとか、定年の廃止、そして66歳以上の継続雇用制度の導入、また他社における継続雇用制度の導入、こういった取り組みをすることによって助成金支給対象となると。またその他にですね、専門家への経費の支出があることというのも義務化されております。そして雇用管理措置についても1つ以上行わなければならないとなっておりまして、全部で7つ列挙されておりますが、その例としては職域の拡大ですとか、賃金体系の見直し、勤務時間制度の弾力化、こういった管理措置を1つ以上実施していただくという形になっております。それでは助成金額はいくらかと言いますと、取り組む内容によってですね、様々なんですけれど、定年の引き上げもしくは廃止をした場合には、対象の人数と定年の引き上げの年齢幅によって金額が異なりますけれど、15万円から160万円。また、自社での継続雇用の引き上げを行った場合は、対象人数と引き上げ年齢によって15万円から100万円。他社の継続雇用制度の導入であれば、引き上げ年齢によって10万円から15万円という形になっております。そして、高年齢者評価制度と雇用改善コースにおいてはですね、賃金制度や健康管理制度等の整備に対して助成をされるものになっております。健康管理の制度はどういったものなのかと言いますと、法定以上の健康診断の導入ということで、例えば人間ドックですとか生活習慣病の予防検診、こういったものを実施をしていただくという形になります。このコース申請にあたっては、事前に計画の申請というのが必要になっておりまして、取り組み前の6ヶ月から3ヶ月前に提出をして認定を受ける必要があります。そしてどういった取り組みを行っていくかと言いますと、研修制度の導入ですとか、改善、また職業能力評価の仕組みを活用した賃金、人事処遇制度の導入、もしくは改善をしていただいて、その上で、高年齢者雇用管理整備措置を実施をしていただくという形になります。その場合はですね、助成金の支給額としては、対象経費の 60% が支給をされると。中小企業以外の場合は 45% という形になっております。このコースにつきましては、他ではあまりない珍しいんですけれど、経費上限が50万円なんですけれど、初回に関しましては、対象経費が50万円だったとみなすということで、30万円が支給がされるという形になっております。2回目以降はですね、支給対象経費の 60% となっておりますが、初回に関しては、みなしの経費が50万円という形になりますので、30万円支給ということになります。そして、高年齢者無期雇用転換コースですけれど、こちらにつきましては、50歳以上かつ定年年齢未満の有期雇用契約労働者を無期に転換をした場合に、助成金としては、令和7年度においては、以前は48万円だったんですけど、30万円に。中小企業以外は38万円だったのが23万円という形で、令和7年度は支給がされます。こちら、令和7年度においては改正がされておりますけれど、こちらはキャリアアップ助成金が改正をされた関係で、少し引き下げになっているのかなというふうに感じております。このコース申請するにあたってはですね、やはり事前に計画申請の届け出が必要という形で、取り組み前の6ヶ月から3ヶ月前に計画提出をしていただいて、認定を受ける必要があります。そして、その際にですね、雇用管理措置を実施をしていることということになっておりますので、この雇用管理措置につきましては、65歳超継続雇用促進コースと同様の内容ということになります。その上でですね、取り組み期間内にですね、無期転換計画の実施を行っていただくという形になります。ただし、このコースにつきましては、1支給年度に1事業所あたり10人が限界となっておりますので、注意が必要です。そして最後に注意点とまとめですけれど、
こちらの助成金、申請先は厚生労働省、ハローワーク等ではなく、独立行政法人の高齢障害求職者雇用支援機構という形になります。また、申請にあたっては、従来は郵送等だったんですけれど、令和7年4月の1日から eGov での電子申請も可能になっております。また、注意をしてほしいのが65歳超継続雇用促進コースですけれど、こちらは各月また四半期ごとに予算がありますので、超過の場合はですね、翌期に回されたり、もしくはですね、支給の受付が停止するというケースもありますので、検討されている場合は早めに申請をしてほしいと思います。意欲と能力のある人が年齢に関わりなく働くことができるような職場環境づくり、整備を進めていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。